編んでほしいって聞いたら、靴下足元が寒いらしいんだよね、夏着てるのに。ということで、家にあったこのイヤリーウールアルパカを使って靴下を編んでみようかなって思います。で、今回は初めての編み図に挑戦します。靴下の編み方を調べてたらね、このクローバーから無料の編み図が公開されていて、 PDF を開くとこんな感じ、編み図が書いてあるんですよ。なのでせっかくなのでこれに挑戦してみて編んでいこうかなと思っています。で、使うのはかぎ針6号と4号。6号持ってるけど4号持ってないから、編み進める間に買いに行かなきゃな。で、週末があと1個しかないんだよね。だから父の日まであと2週間ぐらいだから、結構頑張って黙々と編み進めなきゃなって思っています。長編みの表引き上げ編みと長編みの裏引き上げ編みで編めるらしい。なんだけどちょっと待って、長編みってどうやんだっけ？すぐ名前とか忘れちゃうんだよね。かんだいろいろ YouTube とか見てても編み図記号で説明してくれたりする人とかも多いから、なんとなく最近編めるようになってきた気がするっていうこともあって、今回のチャレンジ編み物始めて多分5ヶ月目ぐらい、初めてちゃんと自分で読みながら編むっていう感じですね。2周できた。なんか意外と記号の意味だけ分かっていれば早いな。動画見るよりも早いかもしれない。よし、つま先部分できた。曲がってていいんだよね、きっと。つま先だから。むしろ折ったらなんかすごい平らだけど、まあやってみるしかないですね。で、つま先ができたら長編みの表引き上げ編みと裏引き上げ編みを交互にやっていくと。で、それを結構続けるのね。なんかやったことあるの？あ、ポコポコしてきた。見て、カップみたいになってきました。ここから靴下になっていくんですね。最近気づいたのは結構巷でレース編みっていうか模様を編むみたいなの流行ってるじゃないですか最近。私はなんか向かなそうだなって思った。こういう細かいやつよりもこうやってちょっと太めの糸とか、あとはサクサク編める長編みとか、なんだろう、タイパン、時間に対して編み上がっていくスピードが速いものの方が楽しく感じる性格っぽい。編み物始めてから5ヶ月とかしか経ってないけど、もうすでにこのウールを触る感覚っていうのが懐かしくって嬉しいんだけど、
手汗かいてきた。見てみて、結構できてきました。なんか本当はここの部分17段だったんだけど、17段で編むと出来上がりサイズが24から26センチで書いてあるんだが、でパパのサイズが26センチらしいんだけど、私が23センチとかで、17段だと足りなかったから19段ぐらいにしてみました。でここからかかとの部分に移るんだよね。20までは普通始めたんだけど、普通に1足編むのに1玉じゃ終わらなさそう。買い足さなきゃいけないな。ちょっと斜めな感じ出てきた。ということで編み進めてまいります。でかかとの部分編み終わりました。でここの次はロッでつなぎ合わせていくらしいんだよね。編みの2目一度をしながら切ろうと。これみたいな。ここで合ってるのかみたいな目を拾ってるんだけど。なんで増えてるんですか？あ、ここが1個いいわ。1個できました。そしたらここまでぐるっとやるのね。で、1周編んだからここからはあとはもうずっと長編みの表引き上げと裏引き上げの繰り返しやし、さてこれしかないよ。なんか他の色でボーダーとかにしたらちょっとどうにかなるかなとか思ったりもしたが、これじゃあちょっとそんないい感じの長さまでも足りなさそうだよね。ここからもう普通に表引き上げとかしていくだけで、ここからこうかかとの部分ができてシュッてなるっていうのが全然想像つかない。なんかちょっとかかとっぽくなり始めてる。すごい。4号針ゲットしてきました。なくても端っこ編めるんじゃないかなとも思ったんだけど、せっかくならどうやって違いが生まれるのかも知りたいなと思ったので買ってみました。でただ糸これと含めてもう1玉しかないっていう話をしたと思うんだけど、買いに行ったのスイカを。売ってなくって、だから買えなかったんですよ。でただね、このあると思ってた毛糸に加えて前回使ってた時もちょっと使ったほぼ1玉みたいなのが見つかったので、もう少し編めるんじゃないかなっていうのはある。これがちょうど1玉分で、本当は多分デザイン的にはこんぐらいの長さになる、こんぐらいかな
長さになると思うんだけど、私的にはもうちょっと長めにしたくって、でなると絶対もうプラス1玉必要かなっていう悩み、足りないんですよ。作戦としては家に同じ毛糸の種類で違う色があったから、ちょっとボーダーとかを入れたらごまかしながらなんとか欲しい長さまで作れるかなっていうところなので、一旦もう一足このくるぶしソックスみたいな長さをこれで編んで、編み終わったところからいかにこれで2足分のこの部分作れるかなっていうのにチャレンジしようかなって思ってます。編み終わったぜ。いい感じではないでしょうか。グレーの糸足りない問題をどう乗り切るか。本当はね、もうちょっとこんぐらいまでの長さ欲しいなって思ってた中で、グレーの糸が足りないからなるべく使い切ろうと思ってたんだけど、で端と端、中側と外側からこう編み進めてギリギリまで使おうと思ってたんだけど、やっぱ端っこグレーにしたいしとか、間にグレー挟みたいしとか思ってビビりすぎて結構余っちゃったね。こんぐらいあったらあと2段ずつとか編めたんじゃないかな。まあでも可愛いので OK です。最終的にパターンだとかかとの部分から14段だったんだけど、私は結局17段編んだみたい。あと最後4号針に切り替えて編むところは7段って書いてあったんだけど、ちょっとなんかこのボーダーの部分途中で遅くなるのもなーって思って、この最後の3段だけ4号針にしてみました。ということで糸処理します。4号針に変えてどういう感じで編み目変わるかなって思ったんだけど、そんな変わんないよね。まあちょっと最後ここがキュンってやっぱりきつめになったというか、丸まる感じにはなったかなって。今回初めて編み図から編むっていうことをしてみて思ったのは、編み図いいなって。本当始めたての頃とかは動画はやっぱり分かりやすい、どういう風に針に糸を引っ掛けるのかとか、どういう流れで作ってくるかっていうのを一緒に編んでもらえるから、ここが分かりやすくってありがたいなと思ってたけど、ある程度流れが分かってくると一緒に編み進めるっていうより、どこをどう編めばどうなるのかっていうさえ分かれば、もっと早く編めるのになみたいな葛藤が出てくると思うんですよ。編むことに慣れてくるっていうのが編み図だと、本当にその記号の意味さえ分かればスンスン進められるから、編み図ってやっぱ便利なんだなって思いました。文章パターンから編んだことはないから、よくよくそういうのの試しに編んでみたいな。できた。やってみる。サイズもいい感じなんじゃないでしょうか。同じ感じのサイズに編み上がったので完璧。じゃあ水通ししてくさくさくさ。なんかこの毛糸さ、酸っぱい匂いするんだよね。水通しして柔軟剤のいい香りにしてあげましょう。ということで以上
上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。